車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はカムリね、2023年の12月で一応国内販売は一旦終了で、アメリカとかでね新しいモデルが出るということです。でね、思うんですけれども、売ってた時にすごくコスパ良くて、価格からする内容すごくいい。あと価格の割にね、車大きいです。クラウンサイズで、それで新車でコスパ良かったので、中古でも割安感がある、ということで、今ねこのカムリの、魅力を5点と、それから苦手を3点挙げていきたいなと思います。で、苦手の部分が気にならなければね、中古で買ってもすごくねお得感のある買い物ができると思いますので、ごめんなさい、あとセダンボディがねお嫌いでなければすごくいい買い物ができると思いますので、どんどん上げていきたいなと思います。じゃあまず魅力の1つ目は、この見切りとか車両感覚からくるこの走りやすさ。カムリね、このインパネがすごく低いです。そのメーター、ハンドル、ペダルの位置、こういったところからドラポジを取った時のこの車両感覚の取りやすさ、すごく分かりやすくて、ついでにその前とかね A ピラーも細いで、タイヤの位置がねもう手に取るように分かります。これ車に慣れてるからというわけではなくて、この車買う前レンタカーで1回乗ったんですけれども、もうその初めての時からねそれを思いました。で、タイヤの位置が取りやすいので、例えば今左コーナーなんですけれども、外側から入ってどの辺りで一番内側に寄って内側キープして、ここから立ち上がっていくというのがね、自分の頭の中で思い描いた通りに走りやすい。で、ステアリング操作も最小限、手前の方からじわーっと切っていって、奥の方でじわーっと戻してくる。で、それにアクセルやブレーキを組み合わせる。この辺りがねもうほんとね思い通りに、しかもイージーにねそれができます。で、ここが自分はねこのカムリの一番いいところかと思います。で、こんな感じなんでね、狭いところでも苦にならないです。例えば前の方はねもう何でも視認できます。着座位置を下げて座ったとしても前の感覚取りやすくて、バンパーのギリギリまでを使ってね回転ができる。で、ドアミラーもねこれがまた見やすいんですよね。なのでこのリアカメラに頼らなくても後ろの感覚も取りやすい。この辺りね、実用性という面とか、その思い通りに走りやすい楽しさという面ではすごくねいいなと思います。で、じゃあ2つ目、2つ目は、今言ったねハンドリング。どういう風に走りたいかという希望がある人にとってはねすごくいいなと思います。今一番左側行って、ここで右に寄りますね。でもここからじわーっと左に切っていく。道がまっすぐの内から切り始めて内側に寄って、で今アクセル少し踏んでるんですけれども、これでねキープして、道が回り込んでいたら若干微調整をして出ていく。で、結構ねこの車、5年デビューから6年か経つんですけれども、すごくねこの辺りが敏感です。で、前後バランスが、今のトヨタ車のバランス、具体的には前が固めで後ろが柔らかめ、これはっきりしています。なので古さを感じさせない。それから乗り始めの時はねちょっと自分それ違和感感じたんですけれども、本当ねトヨタ車最近どれ乗ってもそういうバランスなので、乗ってるうちにねもう今は慣れちゃって、もう逆にこれじゃなきゃみたいなところもね感じています。これもやっぱり中古で選ぶ時のねお得感の一つですよね。で、コーナーでね前後バランスが良くてリアサスも動いてる感覚がある。普通のね大型の前輪駆動車なんですけれども、うまく乗れた時にはねちょっと FR 車っぽくねコーナーに入っていけたりなんかしてね、そういう乗り方したらね、それも楽しいです。で、3つ目は乗り心地。今言ったように、こういった乗り心地なんで、リアシートの乗り心地ねすごくいいです。新車からね最初の車検まで、最初の車検5000キロだか7000キロで迎えたんですけれども、そこまではねちょっとリアサスそんなに良さを感じなかったんですね。ちょっとカチャカチャ言ってました。で、いつの間にかそのくらいの走行距離になってきたらリアサスすごい滑らかになってね、平たく言えば柔らかくなってきて、でね渋さギクシャク感がかなり長く続いたんですけれども、そこからね良くなりました。で、これ未確認なんですけれども、 US カヤバのショックアブソーバーということです。日本のカヤバっていうとね、どうしてもネガティブな、耐久性重視で質は今一つみたいなイメージ持たれる方多いと思うんですけれども、これは US カヤバのショックアブソーバーということで、結構質はいい。
その代わりに最初馴染むまでに時間がかかったみたいなところはあります。で今はねそのリアサスペンションね結構大きく動くんですけれども、そこがねしっとりしていてすごくいいです。で乗り心地も特別なことなくてね、注釈なし。注釈つければどういった条件でこれよりいいなんて車は結構あるんですけれども、400万ぐらいの車で、この普通にね何も考えないような違和感がない、それこそこう昔から続くようなしっとり感で乗れる車、ちょっとね思いつかないぐらいいたんで、ここねいいなと思います。で4つ目いきますね。4つ目は燃費と加速感のバランス。これ結構ね車大きいんですけれども、燃費はねやっぱりいいです。ハイブリッドだからですよね。で条件いい時で、30キロ超えます。で条件悪い時とか短距離ですと、10何キロが表示されるんですけれども、結局トータルで見るとね燃費がいい。でどうでしょう、今なんかでいくつが出てるかな、確か20ちょっとぐらいだったかな。今オドメーター1万5000キロの車で、燃費がそうだな25キロぐらいが目安かな、といったところです。で加速感がね、速度が乗ってからの加速がねなかなかいいです。低速の時にはね力強さがなくて、ラグもあって、アクセルペダルの操作に対するところはね敏感なんですけれども、踏んでもあんまり力が出ない。でそれが、低速って言っても60キロ、70キロもちょっとあれなんですけれども、トヨタのこの THS ってエンジンの回転数が上がってエンジンのパワーも、駆動力としてミックスされる。でエンジンが美味しいところに来た時に一番本領を発揮するんですね。でそれが少なくても80キロ以上、なので高速道路の速度域っていうことになるのかな。で80キロとか100キロぐらいからの加速は鋭いです。で低速域はね、最近2000cc の、ホンダの EHEV とか結構ね他にこう鋭い車出てきてて、で、トヨタでもクラウンの 4WD のハイブリッドシステムとか、これと同じエンジン形式の 4WD ハイブリッドですけれども、そっちはね結構低速からの加速力も強いので、この低速の加速力がちょっとこのカムリの苦手なところかなっていうのはね、ありえます。で5つ目の魅力はこの車ねグローバルにすごく人気で、トヨタの屋台骨っていうんでしたっけ、そういった車です。世界中で人気、販売台数の多い車で、だからこそと思えるような機能がねいくつかついています。この車グレード G で、新車時が400万弱、トータルで430ぐらいで買ったので、そのお値段からしてみてね、面白い装備。例えば、メーターには空気圧ゲージがついています。でこれがね敏感なんですよね。走っていてごめんなさい、ちょっと出てくる、これ走っていてちょっとねどこのタイヤに負担をかけたから、それが空気圧が 0.5 上がるとか、そういういろんなね変化が楽しめます。逆にね揃えるのすごく難しいので、あと経年変化で下手っちゃう可能性も考えられますけれども、これね同価格帯の国産車だとそんなにない装備じゃないかなと思います。であと例えばね自動防減ミラーとかクラウンとかだと、一番いいようなグレード買わなきゃついていないようなのがねついていたりとか、右適感知ワイパー、それからハイブリッドシステムはねこのマニュアルモード4段だか何段かでね、これ S モードにすると段区切って疑似的にエンジンかかってくれます。で D で走ってればねトヨタのハイブリッドシステムは頭いいですから、エンジンねポーンと止まってくれたりする。止まって走る時間長いんですけれども、手動でねエンジンかけたいとき、今 S4 なんですけれども、これで音聞こえるかな、3、2、もう多分これ 4,5,000 回転回ってる音ですよね。ちょっと前との距離あるのでちょっと踏んでみると、これにしとけばねクーッと出てきますよね。これがねこのカムリの面白い装備の一つかなと。ということで、じゃあここから苦手3点言ってみます。苦手というかね、自分が、求めたいけどちょっとこのカムリにはないような部分、一つはね今言ったように実用性高くて狭いところで困らなくて、ハンドリングも誰が乗っても困らないような良さがある。その代わりに
ちょっとね苦手と感じるのはその反対です。一つは感応性能。感応性能って難しいんですけれども、なるべく分かりやすく言ってきますと、このハンドルがねこう回した時とか、回し心地、戻し心地、それからハンドルの反力の変化、こういった変化がねもう全く感じられないです。スポーツモードにすると一段重くなるんですけれども、基本的に全域でどこを回しても重いだけで、これがね楽しみという面でちょっと物足んない。例えばねこう切っていきますよね。アクセル離してハンドル切って、で一番切ったところでまたアクセル踏んで戻し始める。ここで本当はハンドルが重くなって、軽くなって、アクセル踏んだら少し手応えを増して、でそこで全開踏んだら今度はフロントの、タイヤのねちょっといっぱいいっぱいを伝えてくる時なんかは今度ハンドルが軽くなるとか、わずかでもねそういう変化が欲しいんですよね。で中心付近は軽くてもっと切り込んでタイヤの抵抗が増えたらそれを重さとして伝えてくるとか、いい車とかねそういうところを求めたくなるところなんですけれども、前に今映ってるクラウンなんかはね、そういうところがあって、そこがねやっぱりちょっとこのカムリの実用車っぽいところで、喜び感能性能という部分ではちょっと弱いところで、2つ目、このカムリ苦手2つ目は小回り性能の低さですね。一応ね数値で言うと最小回転半径がグレードによって 5.9 から 5.7 なのでねそんなべらぼうに大きい数値じゃないんですけれども、やっぱり全長長いことがもあってね、その辺はちょっとちょっと小回り性能は低いかなと。慣れないと駐車場とかで神経使うかもしれないですし、展開とかはね、自分今でもやりたくないです。でそうですね、見切りとかいいんでね、絶対的に無理なとこ以外は問題ないんですけれども、展開ですよね。だから展開はちょっと厳しいところもあると。で最後、苦手3つ目が停止直前のブレーキ。こうやって走ってる時の速度調整はもう何ら不満ないです。フロントの沈み方、ブレーキの効き方、それからブレーキペダルの反力とかね、そのハイブリッドで、電動ブースターだと思うんですけれども、ガソリン車のように扱いやすい。ただこの今止まらないかな、速度計でいうと0から1キロ、ここの調整がものすごく難しいというかね、多分不可能なような感じでね、わずかでもカクッとくる。どんなに神経を使って0から1キロに10秒かけても最後の最後はねブレーキペダルがカクッと食いついちゃうところがあってね。で普段一人で乗った時は気にしなきゃいいレベルでも、例えば助手席に人がいて渋滞中とかでね停止が何度も繰り返されると、神経使えばドライバー疲れちゃうし、神経使わなければ助手席の人が不快感とかいうのかな。でそうですね、ここだけですかね。このブレーキね、トヨタのハイブリッドやっぱりいろんなのがあって結構ねみんな違うんですよね。2023年に登場したプリウスですと、自分の知ってるトヨタ THS の中で一番印象良かったですし、同じ2023年に登場した、クラウンクロスオーバー、これ G というグレードは1月に出たんですけれども、そっちはねちょっとまたブレーキでまた別の扱いにくさを感じたというのもありますし、あとシエンタなんかでもね、みんなそれぞれいろいろあって、でもとりあえずねカムリはそんな感じです。ということでね、長所5点とそれから苦手3点挙げていきました。苦手な部分の方がね本当に購入考えていらっしゃる方には参考にしていただけるのかなと思います。ということですいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。